今日は桃のチーズケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日は桃のチーズケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、桃の缶詰を使った手軽で簡単に作れるチーズケーキを作っていきたいと思います。今回作るチーズケーキはですね、桃の食感をたくさん楽しめるずっしり濃厚でとても美味しいチーズケーキです。桃の切り方などね、いろいろポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。クリームチーズ、生クリーム、ヨーグルト、グラニュー糖、薄力粉、卵、レモン汁、桃の缶詰、そして缶詰のシロップ。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まず生クリームはですね、動物性の乳脂肪分が 35% の生クリームを使用していきます。そしてヨーグルトはですね、無糖のヨーグルトを使用してください。こちらは水切りをしない状態で OK です。そして今回桃のチーズケーキということで、手軽に購入できるね、こちら桃の缶詰を使って作っていきます。今回私はね、黄桃を使うんですけれども、こちら白桃を使っていただいても OK です。お好みの桃を使ってください。そして今回はこちら18センチのパウンド型を使っていきます。パウンド型の中にはこのようにね、オーブンシートまたはクッキングシートを切って4つ角にこのように切れ込みを入れてパウンド型の内側に敷き詰めておきましょう。はい、こんな感じです。こちらはですね、生地を作る前に必ず行ってください。それでは早速作っていきたいと思います。では作っていきます。桃はですね、今回3パターンにしていきたいと思います。まず1つはスライス、そして次が角切り、そして最後はすりおろしていきます。でまずね、こちらの桃はスライスしていきます。だいたい5ミリ幅ぐらいでスライスしていきましょう。はい、OK です。このようにスライスしてください。でこちらの桃はね、スライスしたらね、その順番を崩さないように置いといてください。続いてこちらの桃は角切りにしていきます。だいたいこちらはね、1センチ幅ぐらいに切っていきます。でこのように切ったらくるっと回転させて、そしてまた同じように1センチ幅に切っていきます。はい、OK です。このように角切りしてください。それでは最後の桃はすりおろしていきます。おろし器でおろしましょう。はい、OK です。最後はこのようにすりおろしてください。でもしね、すりおろすのがちょっと大変な時は包丁で細かく刻んでいただくか、またはね、袋などに入れて潰していただいても OK です。はい、ということで桃はこのように3パターン用意してください。こうしていただくとね、いろんな食感を楽しめて美味しいチーズケーキに仕上がります。では続いてチーズケーキの生地を作っていきます。まずボウルにね、クリームチーズを入れましょう。でこのようにね、広げていただいて、こちらのクリームチーズはね、今冷蔵庫から出したてで冷たくて練りづらいので、一度こちらを加熱して柔らかくします。電子レンジ600ワットで30秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらゴムベラで練っていきます。この時にまだちょっと硬い時はプラス10秒ほど加熱してみてください。一気に加熱するとクリームチーズが焦げてしまう時があるので、まず30秒加熱して、その後は様子を見ながら加熱するようにしてください。はい、OK です。このようにクリーム状になるまでしっかりと混ぜて滑らかにしてください。それでは続いてここにグラニュー糖を加えます。そしてまずゴムベラで練りましょう。はい。で、このように滑らかになったら、今度は泡立て器に持ち替えて混ぜていきます。はい、OK です。だいたいね、20秒ぐらい混ぜてください。そうすると、このように滑らかになってきます。それでは続いてここに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。で、材料はですね、一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで混ぜムラがなくなって、とても綺麗な仕上がりになります。はい、白身も綺麗に混ざれば OK です。それでは続いてここにヨーグルトを加えます。そしてこちらもよく混ぜましょう。はい、OK です。では続いてここにレモン汁を加えます。そして混ぜます。はい、そして続いて生クリームを加えます。でこちらをよく混ぜましょう。はい、続いて薄力粉です。こちらはふるって加えます。
はい、OK です。よく混ぜましょう。はい、このようによく混ぜてください。そうしましたらね、今からここにね、先ほどすりおろした桃と、あとはね、角切りにした桃を加えていくんですけれども、その前に一度ね、こちらの生地をこしていきます。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。はい、それではこしていきます。はい、OK です。一度こしていただくだけでとても滑らかな仕上がりになります。そしたらここに先ほどすりおろした桃を加えます。あとはね、角切りにしたこちらの桃も加えてください。そして混ぜましょう。はい、これで生地の完成です。こんな感じでね、ゴロゴロっとした感じと、あとはね、桃の果肉が入って美味しそうな生地に仕上がってます。それではこちらを用意しておいた型に流し込みます。そして竹串などを使って一度ね、表面をならしてください。はい、それではですね、最後表面にこちらスライスした桃を飾っていきます。それでは乗せていきます。こんな感じでね、ちょっとずつずらしていくと綺麗なね、仕上がりになります。はい、このように並べました。プラスで5枚ぐらいね、プラスしました。こちらもし足りなかったらね、追加でスライスしてください。それでは湯煎焼きしていきます。まずね、バットなどを用意していただいて、ここにキッチンペーパーを2枚ほど敷いてください。そしてここに型を置きます。あとはここにお湯を注ぎ入れます。はい、でこのようにね、湯煎焼きしていただくことでとってもしっとりな仕上がりになります。でもしこういうバットがない場合はココットなどにお湯を入れて2個ぐらいね、両端に置いていただいて一緒に焼いてください。そうすると同じように湯煎焼きの効果を得ることができます。それではこちらを170度に予熱したオーブンで45分焼いていきます。そして途中で焦げそうになった時は上にアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。はい、焼き上がりました。こんな感じで焼き上がってます。そしたら型ごとケーキクーラーの上に置いて、このまま粗熱を取ります。はい、今ね、粗熱が取れました。で、粗熱が取れたら一旦ね、表面にこのね、缶詰のシロップを塗ります。そして乾燥を防いでおきましょう。はい、ではね、このまま上にラップをして冷蔵庫で半日冷やします。はい、冷蔵庫で半日しっかり冷やしました。こんな感じに仕上がってます。それでは型から取り出します。そしてオーブンシートを剥がしましょう。ペリペリっと。はい、そして底の部分も剥がします。はい、それでは切ります。はい、中身はこんな感じです。とても美味しそうに仕上がってます。はい、これで桃缶で作る桃チーズケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。断面はこんな感じでとてもしっとり濃厚に仕上がってます。生地の中にもね、黄桃がたくさん入って美味しそうに仕上がってます。表面はこんな感じです。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。すっごくしっとりしてます。中に入ってるザクザクっとした桃の食感がアクセントになってすごく美味しいです。しっかり冷やしてるのでとても濃厚な仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の桃のチーズケーキのポイントです。まず今回はですね、桃の缶詰の黄桃を使いました。こちらは白桃を使っていただいても OK ですし、あとはですね、両方ミックスで使っていただいてもいいかなと思います。今回桃はスライスしたもの、角切りにしたもの、すりおろしたもの、この3種類にしたんですけれども、それぞれの食感を楽しめる美味しいチーズケーキに仕上がってます。もしすりおろしたりするのがめんどくさい時は、角切りにするだけでもいいかなと思います。こちらはお好みでやってみてください。そしてチーズケーキの生地なんですけれども、桃を加える前に一度生地をこしてください。そうすることでとても滑らかな仕上がりになります。で、生地が作り終わったら型に流し込んで上にスライスした桃を重ねてください。で、あとはですね、オーブンで焼くだけなんですけれども、もしね、途中で焦げそうな時は上にアルミホイルをかぶせて続けて焼くようにしてください。そして焼き上がったチーズケーキはですね、しっかり型ごと粗熱を取ってそのまま冷蔵庫で半日冷やしてください。そうすることでとてもずっしりとした濃厚なチーズケーキに仕
仕上がります。あとはお好みの大きさに切って召し上がってください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は桃の缶詰のチーズケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。